たいな。ナイフってやりましたっけ？どんなパターンがありますか？ナイフですか？はい。ナイフって、いや、すみません、持ったことないね。あれ？絶対あるでしょ。ないよ。何か。あるよ、来られたことあるけど。来られた時どんな感じやったかっていうのを再現してる。あ、出された時どうやったかな。もうその時すでにもみくちやったな。もみくちやってとにかく奪わなみたいな、シャツ切られてみたいな、手切られてみたいな。石井東郷先生って言ったっけ？後ろからいきなり襲われたって。いきなりその襲われて、で、まあこっちは本当にお酒飲んでクラブで踊ったりゆらゆらしようかなと思ってる時にいきなり後ろから思いっきり押されて、はい、で何が起こったか分からずにその辺りを見ましたら後ろに怒ってるやつがおったんですよ。でやっぱそういうやつがおる時ってやっぱこっちも怖いんで、もう先に何かせなってやっぱ思うんでしょうね。だからそのナイフ出された時も先に何かしようと思ったと、もう逃げるとかじゃなくて、はい、もう出された瞬間にもう襲いかかった。怖いんで逃げるのが一番いいねんけどな。でもやっぱね、こういっぱいいる人の中でこう出された時、やっぱまあ逃げるのがもちろん一番大事だし、声を上げること、1対1だったら声を上げることが大事だけども、はい、でもこれ僕が逃げたところで他の人がねやっぱやられちゃうのもなんかその後一生悔やむことになりますから、やっぱ武道をやってる以上は、まあなのでその時にはまあ大抵こうまあこういう持ち方であったり、どっちが多いかな、こういう持ち方であったりどっちでもいいんですけども、なった時にこれを外さなきゃ、あと一回さっきのところでこう決めたとしても、じゃあ今度こっちのね腕から決めますよね。で相手の方に寄ります。でこれもう持ててないんですね、こっちは。なんでかっていうと、人間手首がこれだと強く持てるじゃないですか、はい、でもねこうやってやると持てないんですよ。これはちょっともう一回待ってください。これまたね合気道の人も覚えてほしいんですけど、力でやってもね無理なんですよ。だから撫でてあげるんですよ。でプラスだから体でもこう撫でてあげるようなイメージでやると上がっちゃうんですよ。これも不思議ですよね。外れる。本当ですか？今絶対外さんとこうと思ったんですよ。そうなんですよ。絶対もう自分の握力もう90倍ありますからね。あ、そうなんですか？はい。だから本当に強い。だからこれでも合気道家の人も難しい。こうやって外そうとするから。でも当たってるね僕のこう胸もね優しい感じ。外れるからこうですね。握力曲がる方向に曲げてあげれば、違う。ダメですよ。阿部先生、後で電話します。外れるってことですよ、力じゃない。逆に力んでくれてるからね、こっちとしては楽。もうこういう人は危ないです。こういう感じの人は危ないですけども、こういう感じの人は逆に安心だなって思うような。いや思わないですよね。刃物持ってる人に対して。で刃物は握力90あっても撫でてあげれば取れるっていう感じです。不思議ですよね。だから脳が錯覚しちゃうんですよね。今のは腕絡みで外したか、小手返しでね外す時とか、四方投げで外すか、小手返しにしましょうか。ゆっくり転びますね。でちょっとひっくり返ります。ひっくり返ります。はい。で手抜いた方が危なくないですね。手抜く。これこっちね、向こう側抜きます。でこうですよね。この時にはもう外れてるってことですよ。だからちゃんと担当を持った時には外せるような技になってるっていう感じですね。肘締めとか全ての技もそうですけども、こことかでね肘を折ったりとかいう考えはない。ここで手首を折ったりっていう考えはない。なのでね、さっきもちょっと言いましたけども、今脱力してますけども、ちゃんと腰が浮く、相手のこれだけでですよ。これも撫でてねっていうことですよね。だからはい、女性でも
ご高齢の方でもできるっていう理由になりましたからね。まあ、これが言いたかった僕のチャンネルではこんな大男でも制せるということですね。そう、まあ力じゃないってことですね。でも握力めちゃくちゃやっぱありますよ。いやー、はい、握力はね自信あったんですよ。はい、やっぱこうまあちょっと怪我して最近弱くなってきたんですけど、こう全然怪我とかしてない時は全然もう90以上普通にあるんで、これはすごいですね。体でそのパワーを伝えるんですね。全部ここの先の握力取る、こうナイフ取るのも体で押し当てるんですね。そうですね。腕力じゃなくて。それは何かその体幹を意識するところあるんですか？座ってる時に。座ってる時もグッと押せなかったじゃないですか。はい、背筋を伸ばすことって言えば簡単なんですけども、他の達人の人の言葉で言えば胸骨を上げて骨盤とねあばらの間を開けるような感じなんですよ。そうすると人間強くなるんですよ。それね、開けるんですか？はい、リオさんの動画で説明しますね。ああ、ありがとうございます。まあ、こっちの力をいかに伝えるか、もうここが力んでたらここの力しかできないから、ロシア人とかもいますからね、なかなか制せられない。でも同じですね、決めるの。まあ丹田をちょっと前に出して背筋を伸ばすとか、まあ、いろんな言葉で言えますけども、はい、まあ姿勢を正すってこと。なるほどです。ありがとうございます。わかりました。あとこう持ってたりしたら、はい、ここで何かしようと思っちゃいけないんです。相手が嫌がって話したくなるから。もう持ってるところ、ここだろうが、まあ、ここだろうが、はい、力抜かないといけない。外さないようにとか、そういうところが相手の極意ですね。ボクシングに使えそうなところとかあります？今のところ。今のその、やっぱり腕決めたりとかっていうのは絶対できないので、はい、ただその姿勢を正すっていうことはボクシングに使われると思いました。あとその後ろ足にこう乗せるとかいうのもやっぱり自分はインファイターなんで相手と体を合わせることが多いんですね。こう身長相手本当にもう190超えてる人ばっかりなんでその人たちはどっちかというと外で戦います。でも自分は背が低いので手がこんだけ違ったらリーチも全然変わってくるので中に入らないといけないです。中に入ってあんまり当たり負けしないですね。自分体幹ちょっと自信があってなんですけど、前回アメリカ行った時に120キロぐらいあるやつやった時にちょっと当たり負けしたんですよ。珍しくちょっとこう、体の圧でこれどうかやなっていうやつが多かったんですね。それも姿勢正して足からちゃんと伝えるということを意識したら変わってくるのかなっていうのをちょっと思いました。変わります、変わります。はい、歩けばいいんですよ。これでまた説明長くなっちゃうけどどうしようかな。右利きですか？右です。はい。でも左の方が強いです。じゃあこっちにしようか。でグーでこう押さえますよね。大抵こうボクシングはこうね、標的がいるから前に傾きやすいわけですよ。だからこういう感じにちょっと足とか逆にしたりしてこう押されないようにこういう感じになるけども、結局は自分の姿勢を正す、はい、背筋を伸ばすんですよね。そうすれば動いていっちゃうんですよ。なのでこういう前の意識はあるけども後ろを意識してやると多分効果的になることもあると思うので、はい、はい、ありがとうございます。はい、以上で、チャンネルを終わります。動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価のほどお願いします。バイバイ。